東欧と道東を最短で結ぶ国道、日照峠。場所には熊が通るための道路まで面倒見きれないと言われたが、40年開通。北海道知事は一家追悼、樹海鮮やかに、日照市林道、剣を縫い、巡る。陸のことを今、水曜と化し、町民歓喜参戦を揺るがすと読んだ。その隧道は日照トンネルを意味していると思われます。日照トンネルと日照大橋を空撮しました。視聴者によると、旧道から谷に転落する車は月に何台もあり、戦車も落ちたという。別の視聴者は、峠の展望台の上には古い展望台があって見晴らしが良さそうだと。今年は清水町側を中心に頂上付近を歩き、旧道と現道を比較、また旧展望台の現状を調査します。峠は今日は気持ちいいな。旧道のトンネルをまだあるんですね。ちゃんと見えるんだ。なんとか埋まらずに鎮座しておられました。完全に念入りにコンクリートまで打っちゃって、もう絶対に無理って感じですね。こんなに新旧トンネルが近接してるっていうね、なかなか興味深いですね。これが元祖日照トンネルの日高川ですね。清水川に来ました。ここ泊まる人はいないんだけども、この馬のレリーフ、ちょっと入りづらいですかね、ここ。山崎君どうですかね。おお、あれが旧トンネルですね。結構、すぐ横なんだな、本当に。緑化が進んでてなんだかわかんないですけど、周りのあれが、トンネルがあったってことがわかりますね。ちょっと登ってみよう。なんかわかるかもしれない。ダメですね。完全に埋められてる。いや、なかなかすごいとこですね。なんでこんなとこに道を作ったんだっていう。これは接近できんな。こういう風に来て、こういう風に来て、ずーっと回ってあっちへカーブ。これはきついですね。日照峠昔は鬼ですね。うん
これが旧道か。もう、砂利なのかな。この道は確か道路管理とかでも使ってるんですよね。大橋が見えてきた。橋よりも結構ここは線形的には下なんですね。まあ橋の方はちょっとかさ上げすることによって直線のライクな線形を確保して走りやすくなっていると。見事ですね、この橋が。こんなところよく日本の土木は橋を架けたなと思いますよ。はあ、素晴らしい。なんかワイルドさですね。あっち側の方から旧トンネルを抜けてずっと、いや、この線形は無理があると思いますね。橋の下まで行っちゃいましょう。ド迫力です。はあ、初めてこの大橋の下を見ました。こらすげえ。この荒くれの道に、ふひょ。いやー、なんか達成がありますね。もう緑化進みすぎて危ないんで行かないですけども、